ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風祭りタイニーデスクコンサート、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、たくさんリクエストをいただいたタイニーデスクコンサートジャパンの藤井さんの歌声、こちらのリクエストにですねお答えしていきたいと思いまして、1曲1動画で公開していきたいと思います。まずはですね、今回の祭りでいきたいと思います。順次他の5曲もですね動画公開していきますので、ぜひ皆さんお付き合いいただけたらなというふうに思います。そして今回祭り歌声分析したんですけれども、いや鬼のような歌声でしたね。やっぱりライブならではの歌い方なのかなっていうふうにも思いましたし、ライブだからこそ使ってるのかなっていうふうに思えるようなテクニックもありました。何はともあれ藤井さんの歌声は鬼でした。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして今月はですね、藤井風歌声分析動画強化月間ということでですね、それに伴い今までつるさんのボーカルルームで公開した藤井さんの歌声分析動画をまとめた再生リストというものを作りました。今回の動画を見て他の動画も気になった方はですね、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらチェックよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風祭りタイニーデスクコンサートジャパン歌声分析 GO!もうこっから始まってるってことですよね。藤井さんの姿は見えてないですけど、このピアノの音は藤井さんのピアノってことですよね。まだこの段階だと最初のオープニングの BGM なのかなっていう可能性もあるんで、今ねこんなこと言っちゃってるわけですけど、あ、やっぱりほら、かっこいいちょっと待って、めちゃくちゃピアノかっこいいんですけど。うわ、これはね、歌声分析できるかな。なんか、ライブでしょ？テンション上がっちゃって、感情が先走っちゃうんじゃないかなっていう、今の段階の予想。ちょっとね、気をつけなきゃいけないですね。歌声分析頑張りますよ。うわ、かっこいい。あ、今のピアノの音階はですね、ペンタトニックスケールっていう音階で早速歌声分析じゃなくて音楽理論解説になっちゃったんですけど、今言ったペンタトニックスケールっていうのは和風な雰囲気がする音階なんですよね。僕が一番好きなフレーズの良さが分かりやすい音階です。いやー、もうさっきからかっこよすぎて鳥肌がやばいんですけど。あ、バンド行くよっていう目線ですかね。藤井さんが今後ろ向きましたよね。バンドになったらどうなるんだろう。やばいね。もうテンションがもう最初からマックスですよ。行きます。わ、かっこいい。ダメだ。かっこよすぎる。そして笑った藤井さんが何たるイケメンなんでしょうか。めちゃくちゃかっこいいですね。なかなか歌声分析いかないですね。イントロがかっこよすぎて進めない。皆さんどうぞお付き合いください。つるさんがただただテンションが高い映像をいきますよ。このグルーヴ感ね、やばいですよね。もう暑い。すごく暑い。鳥肌立ってんのに暑い。汗かいてきました。なるほどね。皆さんがこの動画をおすすめしてくれる理由が始まって数秒で分かりましたよ。これはね、やばい。めちゃくちゃかっこいい。
多分歌声分析コーナー始まってから5回はかっこいいって言ってますよね。やっぱ楽曲のビート感がファンクとかジャズっぽいですね。すごくこう、もうなんか勝手に体動きますよね。ノリがすごすぎて。続きいきます。うん。あ、そろそろ歌い出す？そろそろでしょう。もう毎回恒例ですよね。歌い出す前に一回止めてから落ち着いて藤井さんの歌を聴くっていうね。楽しい。いきますよ。甘い。歌声が甘い。このグルービーなビート感に対して藤井さんの歌声はこうね、ふわっとした感じですよね。これがまた抜群に合いますよね。で、藤井さんの声はですね、肺の中の空間、胸腔共鳴、こちらの成分がメインの歌声かなっていうふうに思います。声の太さだったり、音の音圧、この辺をコントロールするポイントですね。わかりやすく言うと、肺の中の空間のことです。そこに対してため息のような息の音が混ざっているウィスパーボイス、このテクニックを使ってます。もう一回聞いてみましょう。ライ。こう徐々に声から息だけに変えているようなテクニックも使ってますね。いやー最高ですね。次いきますよ。やっぱりライブで歌ってる藤井さん最高にかっこいいですね。歌声にこう込めている感情が顔の表情からも伝わってくるというか、もう一回見てみましょう。もうない。ここもね、スパッと切るような感じがかっこいいですよね。次いきますよ。おい。かっこいい。さーい。ここのフェイクね。で、ここで口の奥を広げて声の出所を鼻っていうイメージで声を出してるんですよね。はー。こんな感じの声。もう一回聞いてみましょう。こういい意味で乾いたような質感の歌声ですよね。最高すぎる。次いきますよ。タラタタラタタラタみたいな感じで、タラタ音を切って、タラタ音を切ってみたいな、こういったフレージングが連続で続いているようなポイントですよね。クッとこう音を切るからこそ、その次の音が強い音、アクセントに変わるんですよ。こうクッと音を止めたところがためになるっていうかね。もう一回その辺注目して聞いてみましょう。で、音自体にはパワーがあるんですけど、藤井さんはふわっと歌ってるから、かっこいい雰囲気と優しい雰囲気が融合したような魅力がですね、声から伝わってきますよね。で、藤井さん片手でこうやってピアノ弾いてるのに、片手はね、こう、見えない。こう腰に手を当ててるんですよね。こっちやった方がいいか。腰にこうやって手を当てて、こうやって弾いてるんですよね。この弾き方までかっこいいっていうね。最高か。次いきますよ。イエーイ。ここの声の雰囲気ものすごいですね。最初のイエーイ。ここの音は口と鼻の響きが中心のような声なんですよね。で、次のイエーイ。ここが胸中心なんですよ。イエーイ。普通だったらこうやって歌っちゃいますよね。でも、イエーイ。こうやって最初の音と最後の音の声の音色を変えて歌ってるこの繊細な歌声コントロール。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。めちゃくちゃ多彩ですよね。ほんといろんな声を使い分けて歌ってますよね。で、今気づいたんですけど、マイク、これは映像用ってことなんですかね。なんかテレビで使うガンマイクみたいなマイク使ってますよね。やっぱね、こう、僕もボイストレーナーなので、使ってるマイクとか目がいっちゃうんですけど、一般的なライブだと、ソフトクリームみたいな形をしたハンドマイク、これを使うのが一般的だと思うんですけど、今回はやっぱりそういうテレビ撮影とかするときに使うようなマイクを使ってますよね。ここちょっと気になりますね、僕。次いきますよ。
イエーイイエーイ。やっぱフェイクかっこいいな。そして藤井さんの歌声のノリがやばすぎますよね。やっぱりバンドとのセッション形式でのパフォーマンスっていう部分もあると思うんですけど、8月に入ってから藤井さんの歌声分析をした曲の中で一番ノリが歌に出てるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。今のイエーイイエーイ、ここのフレーズもやっぱり和風な雰囲気感じますよね。やっぱり一曲に一箇所は和風の雰囲気を感じれるポイント意識してそういうメロディー使ってんのかな、藤井さんは。なんかそんな気がしますね。次いきますよ。でここは鼻の響き、鼻腔共鳴、こちらの響きを増やしています。鼻の中はですね、声の雰囲気を柔らかくしたり甘くしたりっていう風に声の音色のコントロールをするポイントなんですけど、あとは高い声を出すときに鼻に声を入れる感じで歌うと高い声出しやすくなります。鼻の音色注目してもう一回聞いてみましょう。なかなかみたいな、こんな感じですね。鼻に入れないとなかなか、こういう音色になります。だいぶ鼻に入れる入れないで声質変わりますよね。次いきますよ。これかっこいい。で最後まで先ほど言った鼻の音色をキープしたまま歌い切るっていう流れでしたね。次いきますよ。なるほどね。バックコーラスでメロディーを歌って藤井さんはフェイクなんだ。こういう長い時間藤井さんがフェイクしてるポイントも楽しみの一つです。僕もう一回聞いてみましょう。イエーイ。うわーすごいね。なんか僕が昔好きで聴いていたボーイストゥーメンとかマライア・キャリーとかで、もうちょっと昔の時代だとローリン・ヒルとか、なんかそういった世界的に有名な R&B 歌手みたいなフェイクを藤井さんやってますよね。で多分これアドリブなんですよ。フェイクってあまり最初から決めて歌わないというか、もうその時の気分で歌っちゃうっていうパターンが多いんですけど、だからおそらくなんですけど、藤井さんのフェイクって全部アドリブなんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。今のポイント、先ほどから言っている鼻腔共鳴の響きがすごくわかりやすいです。鼻腔共鳴の響きを強くすると鼻声のニュアンスが歌声に乗るんですよね。ほんのちょっとだけ鼻声っぽい雰囲気出てます。もう一回聞いてみましょう。あなたの心の中みたいな感じのニュアンス出てますよね。鼻に声を多めに入れることによって声に個性的な雰囲気が出てくるんですよね。先ほども言った鼻声のニュアンスが乗るので、いやほんといろんな表現力を持ってますよね。次いきますよ。このコーラスの方々は藤井さんのライブのツアーとかで一緒に回ったりしてる方々なのかな。バックコーラスで参加されてるっていうことなので、ものすごく歌うまいと思うんですよね。こういう風にサポートミュージシャンだったりバックコーラスの方々ってものすごく音楽レベルが高いです。なんでかっていうと、楽器隊だったら楽譜を渡されて、はいじゃあやってみようができる人じゃないとサポートミュージシャンって務まらないんですよ。それが仕事なので。だからバックコーラスの方々も楽譜を渡されて音符を見てすぐ歌えるみたいな、そういったレベルじゃないとバックコーラスとかサポートでの仕事ってできないんですよね。だからめちゃくちゃうまいと思いますよ。次いきますよ。この辺のフレーズがなんか祭りっぽいですね。あ、それで最初のピアノのペンタトニックスケールだったんですね。なるほどね。メロディーも基本は先ほど言ったペンタトニックスケールっていう和風の雰囲気を感じれる音階を使ってますね。
一番日本の和っていう雰囲気のする楽曲かなっていうふうに思います。メロディーは和風だけど、曲のジャンルはジャズだったり、ファンクっていうね、おしゃれな日本みたいな、そんな感じの楽曲ですね。次いきますよ。いいね。この掛け合いかっこいいな。ごめんなさい。半分リアクションになっちゃいますね。かっこよすぎて。ごめんなさい。でもできるだけね、理性を保ちながら今歌声分析をしてるんですけど、いや、楽しいですね。次いきますよ。この動きもかっこいいですよね。藤井さんって何してもかっこいいですね。多分僕がやってもね、何面白い動きしてんだぐらいにしかならないんですよ。藤井さんだからね、かっこいいんですよね。で、今のところの声は鼻の響きを解除して、その分口の響きを増やしたんですよね。口腔共鳴。ラララララララーみたいな、こういった感じの声の響きだったと思います。もう一回聞いてみましょう。あれもこれもが、みたいな。で、口が大きく開く言葉に関しては、喉の奥を、はっていう風に広げて発声してます。声を出してます。誰も彼もが、みたいな。こんな感じかな。次いきますよ。一切な。ここのフレーズ難しいね。で、やっぱり高い声は藤井さんも鼻に声を入れて歌ってますね。鼻に声を入れることによって音程もコントロールしやすくなるんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいな。やることなすことすべてかっこいいですね。もう結構汗だくです。本当にこれ冗談抜きで、もうこの辺とかちょっとね、汗ばんで気持ち悪い感じになってますけど。いやー最高だ。次行きますよ。やっぱこうやってますよね。フェイクするとき。これで音の動きをイメージするんですよね。なーいとか、こういう風にやる R&B 歌手めちゃくちゃ多いです。指の動き、ちょっとね、ごめんなさい、見えにくいですけど、確認しながらもう一回見てみましょう。いい。いや、これ歌声分析しなくていいっていうんだったら多分僕ね、ずっと黙って見てます。それぐらい魅力的な映像だなっていうふうに思います。ただね、何も言わないでずっと自分だけが楽しんで動画を見る動画を果たして誰が楽しんでくれるかっていう話なので、今ね、ギリギリ理性を保ってるような状態です。次いきますよ。ない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 かっこいい。ごめんなさい。もうさっきから同じことしか言ってないですね。これはリアクション動画かなライブはリアクション動画にするっていうのもありですね。次いきますよ。ここはなんかあれかな。ライブとかだとコール&レスポンスのポイントだったりするんですかね。なんかそういうのがしやすそうだなと思って。ライブ行ったことがある方、ぜひね、コメントで教えてくださいね。次いきますよ。そんな感じしますよね。みたいな。みたいな。そういう感じで、藤井さんとファンの方々でこう、盛り上がれそう。次いきますよ。急にビートが強くなりましたね。藤井さんの声もすごくアタックが強い感じに変化したかなっていうふうに思います。声を出すイメージを前方向にしたのかな。前方向にすると声って強くなって、後ろ方向にこうね、クイッと引くようなイメージで歌うと柔らかい声になるんですよね。1番はどちらかというと後ろに引くようなイメージの声で、2番でビートが強くなったタイミングで声の雰囲気も強くしたみたいな、そんな感じですかね。もう一回聞いてみましょう。やっぱそうですね。声を出す方向が前方向に変わった感じがします。で、子音も全体的に強くなりましたね。やっぱりここでこうインパクトを出していくみたいな感じなのかな。次いきますよ。
おい。音域がこう低い音からぐーっと高い音まで使っているのにもかかわらず、声質が全く変化していないっていうところがすごいところで、カラオケとか行ったことがある方はわかると思うんですけど、やっぱ高い声って声が細くなるじゃないですか。で、低い音を出すときはこうーっていう風に声が太くなる。これが普通なんですけど、藤井さんは今のポイントでそれをやってないんですよね。低い声もこの声、高い声もこの声みたいな感じで歌ってます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、全部同じ声ですよね。これはですね、声を出す方向のイメージを一定にキープすることによって、音域が変わっても声質を変えないっていうところにつなげてあげれるんですよね。先ほど言った高い声が細くなって低い声が太くなるっていうのは、高い声の時は出す方向が上に上がって、低い声は出す方向が下に下がるっていう現象がですね、無意識に行われるんですよ。これを意識的に音域が変わっても声を出す方向を同じ方向にキープしてあげることによって声質って統一できるんですね。次いきますよ。タッタダダダダダガダダダダダっていう風にこのタッタの音、ここがアクセントって言われる強い音になっていて、歌のフレーズにスピード感をプラスしているポイントなんですよね。こういうターみたいな感じのフレーズをシンコペーションって言うんです。音楽の専門用語。ミュージシャンの間だとシンコペーションのことをクーって言うんですよね。前のリズムをこう食ったような感じで入るっていう意味なんですけど、もう一回聞いてみましょう。さすがですね。コーラスの方々もさっき言ったシンコペーションのポイントに2人ともアクセントを置いて藤井さんの歌声に合わせてますもんね。いやー素晴らしい。次いきますよ。もうちょっと上がりそうでしたね。すっごい高い声まで行きましたね。でも先ほども言ったように声質変わってないんですよ。すごい基礎力。もう一回聞いてみましょう。すごい高い声ですね。ここは地声と裏声の中間の声、ミックスボイスを使ってると思うんですけど、でも結構声の張り感が強いので、地声でそのまま高い音を出したのかなとも思うんですよね。ごめんなさい。僕の中ではすごく判断に迷う素晴らしい歌声でした。僕だったら多分、はーっていう風に、僕だったらミックスボイスでこうやって出しちゃうんですけど、ミックスボイスで出すと今みたいに高い音なんですけど楽に出してる雰囲気が出ちゃうんですよね。でも藤井さんの高音って叫んでるような感じで出していたじゃないですか。だからね、地声みたいな感じなんじゃないかなとも思うんですけど、でもかなり高い音域なので、そこがミックスボイスと地声で今なかなか判断がつかないポイントなんですよね。でもやっぱり地声かな。なんか地声じゃないとこの声の勢い出ないような気がしてきました。僕は地声だって推測します。これファイナルアンサーです。次いきますよ。待って。やばくないですか今のフェイク。いやー、皆さんがコメントでおっしゃっている通り、本当にジャズとか R&B を小さい頃から聞き込んでいたんですね。じゃないと日本人でこのフェイクは僕はできないような気がして、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、すごいですよ。ものすごい高い音域から低い音域までこう音が下ってくるフェイク。いやー、素晴らしすぎますね。次いきますよ。やばいね。前半はオクターブだったんですよ。コーラスの方々が多分男性の方だと思うんですけど、藤井さんが歌ってるメロディーに対して1オクターブ下の同じメロディー。1オクターブっていうのはドレミファソラシドの上のドと下のドのこの音関係を1オクターブって言うんですけど、で途中からハーモニーに変わってるんですよね。このメロディーの流れ、藤井さんねよく使うと思うんですけど、僕ねこれ大好きです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いやー、すごすぎますね。圧巻の歌唱力、圧巻のパフォーマンスです。次いきますよ。
あ、ここでね、また低音に行くんだ。わあ、もうほんと音域が行ったり来たりですね。いやー、多分声帯のケアとかも普段からしっかりしてるんでしょうね、藤井さんは。こういう風に幅広い音域を歌うって喉がやっぱり疲れやすかったりするんですよね。音域によって声帯の動きが変わるんですよ。声帯っていうのはこうね、2枚の筋肉のひだなんですけど、これがこうくっついて擦れることによって声の元、声帯原音っていう音が出て、それが胸腔だったり口腔、鼻腔に響くことによって音量がどんどん増幅してくるんです。これが声の仕組みなんですけど、で低い音っていうのは声帯がですね、幅広くくっついて振動している状態で、高い音っていうのが徐々にこう部分的にくっついて振動して声を出している状態で、裏声はもうこういう感じなんですけど、でちなみにミックスボイスっていうのはなんかこんな感じの人みたいな形の状態で振動している状態です。だから音域によって声帯がものすごくこう動くので、声帯の負担ってすごく大きいんですよね。それでもこうやって藤井さんは自由自在に歌ってるっていうのがものすごいところだなっていうふうに思うんですけど、やっぱり普段から部屋の湿度管理だったり、水分を多めに取るとか、ストレッチをしてから体の疲労を抜いてから寝るとか、なんかそういったケアっていうのがものすごく大事だなっていうふうにも思うので、多分ね、藤井さんそういうことしてんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。いい。ここのフレーズがね、ものすごく好きですね、僕。なんか本当にタイトルの祭りをこう想像させるような音階。今の時期的にもすごく合うしね、祭りっていうタイトルが。いや、このタイミングで聴けてよかったな。しかもライブ。最高ですね。次いきますよ。あ、いい。いい。この切り替わりいいですね。バックコーラスの方々が、祭り、祭りって二人で歌ってるじゃないですか。で、ここまたオクターブなんですよね。男性が低い音域、女性が高い音域。で、藤井さんの声になった瞬間に、一気にこう藤井さんの声に注目が集まるような、そんな雰囲気ありますよね。このね、ググッと藤井さんの声に集中してしまう瞬間のこの空気がですね、めちゃくちゃかっこいいなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら。で、しかも声の雰囲気がなんか内緒話をするような感じの声だったじゃないですか。だからなおさら耳が引きつけられるんですよね。この声の表現もライブならではかな。音源の方は多分また違う表現をしてるんですよね、藤井さんは。いや、バリエーションがすごいですよね。次いきますよ。さらっとした雰囲気もクールですよね。次いきますよ。苦しむことは何もないっていう風に歌ってますよね。普通だったら多分、苦しむことは何もないこうなんですよ。でも、何もない一瞬ちょっと高い音まで行って、また元の音に戻るっていうこのフェイク。超高等技術ですよね、これ。いやー、みんな藤井さんの歌練習すればいいのにって思っちゃう。先日コメントで藤井さんのスキャットの部分をフルートで練習したっていうコメントをいただいたんですけど、確かに楽器の練習としても藤井さんのフェイクだったりスキャットってものすごい練習になりますよね。多分藤井さんのフェイクは楽器のフレーズをイメージして歌ってると思うんですよ、僕は。そうじゃないと説明がつかないフレージングとかも結構あるので、今までの経験を全て歌声に注ぎ込んでますよね。次いきますよ。なんか結構藤井さんピアノの方をこう指さしたりするタイミングがあると思うんですけど、ピアノの方とは親交が深いのかな。それとも僕がただ単純に勘違いして藤井さんがピアノの人をこうね指さしてるような仕草っていう風に思ってるか、どうなんだろう。次いきますよ。今の裏声のポイントとかすごく R&B 感出てましたよね。おしゃれな音選びと、あと裏声の声の成分、みたいな裏声なんだけど、ちょっと地声の成分を足して声の張り感を出しているような声。もう一回聞いてみましょう。あはは、かっこいい。
なんかここまでかっこいいってばっかり言っていると、コメントで、鶴さん今回の動画は何回かっこいいって言ってましたよとかいうコメントが来そうですね。それはそれで嬉しいんですけどね。ちゃんとね、よく見てくれてるなっていう風な感じがして。次行きますよ。どこまで続くんだろう、このフェイク。超かっこいいですね。次行きますよ。こういう音選びがですね、最高にかっこいいんですよ。やっぱりフェイクって、ただ単純に音をうーっていう風に動かしてればいいっていうわけでもなくて、やっぱり出した瞬間にかっこいいっていう風に感じれる音ってあるんですよね。その音をですね、藤井さんって的確にチョイスして歌ってるんですよね。今のところもそうなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。とかめちゃくちゃかっこよくないですか、この音。やばいですよね。音選びも神なんですよ、藤井さんは。やっぱり小さい頃からいろんな曲を聴いているから、このジャンルのこのフレーズはかっこいいとか、そういう知識が山のようにあると思うんですよね。それらを自分でパズルのように組み立ててフェイクだったり歌のメロディーを作ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。最後のイエー、ここの声やばくないですか。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、うわーイエーみたいな。僕ねできないですけど超かっこいい。でまたこの上昇度合いね、低いところからハイトーンまで一気に上り上げるこの歌声半端ないです。次いきますよ。ここでねぐっと静かになって、このままエンディングなのかな。なんか時間的にも今4分が過ぎたあたりなんですけど、終わりそうな雰囲気ですよね。聞いていきましょう。また盛り上がってきましたね。全然エンディングじゃなかったです。でもこのまま盛り上がったまま最後まで行くのかな。聞いていきましょう。ほらここですね。今のところ先ほど言ったシンコペーション、ターンってやつ、これがすごく分かりやすいポイントかなと思うので、もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ここからね歌詞が入ってくるわけか。みたいな。これがねシンコペーションですね。個人的にはこのシンコペーションのリズム僕ねすごくかっこよくて好きです。じゃあ歌詞の歌い始めからいきますね。もう終わりじゃないですか。急に静かになるんですね。この落差もたまらないですね。次いきますよ。何とも言えない顔で藤井さん弾きますね。こうね、もうピアノの音にこう浸ってるかのような、本当に心の底から音楽楽しんでますよね。次いきますよ。うわいや最高だな。ピアノの音色もかっこいいしね。やっぱり細かい音調整とかも藤井さんは自分でしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、すごく美しい音色のピアノの音、ピアノっていうかキーボードですね。いやー最高でした。以上、藤井風祭りタイニーデスクコンサート歌声分析はここで終了です。いやまずはこの動画を見てくださった皆さん大変申し訳ございません。めちゃくちゃ楽しんじゃった僕。歌声分析で動画始めたのにもう半分ぐらいリアクションでしたよね。ほんと申し訳ございません。皆さんがコメントでおすすめした通り、タイニーデスクコンサートの1曲目で祭り最高にかっこいいですね。あと4曲あるのかな。これはね次が楽しみですね。ただセットリスト通りに歌声分析動画を公開しようか今ちょっと迷っていて、なんか皆さんが予想ができる動画公開順っていうのをちょっといたずら心じゃないですけど変えて公開しようかななんていうふうにも思ってるんですよね。ただ1曲1動画で動画公開はしていきますので、ぜひまた遊びに来ていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。
動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーの鶴さんでした。